ね、今も十分素敵だけど、確かに向かいにお家が結構窓がね、結構アパートとかが多いので、ちょうどお2階で目線とかも、そうになるかなっていうところで、なんかこう変えたことによってどんなインテリアにしたいみたいなのってお二人でありますか？やっぱりなんかこうニコさんのお家みたいになんか洗練された部分とかも結構持てたらなと、今は結構木製のものが好きなので、温かみのある感じを目指してたんですけど、なんか気づいたらちょっと木製だらけみたいにちょっとなってきちゃって、だからそういうウッドシャッターにしたらもっと洗練されたものを木製の中に取り入れても合うようなインテリアになるかなと思うの
ただちょっとそういうバランスとかが難しいなと自分では。なんとなくインテリアのイメージこういうのがいいのかなっていうのをちょっと知ってきたんですけど、なんかこういう感じのイメージになるのかなっていうふうに思っていて、そうなんですよ。なんか白だと確かに多分こっちの空間は広めに見えなくもないと思うんですけど、まあ、この縦のラインとかで見た時にここのブラウンとのリンクカラーを作ることでこう共通点がインテリアにできて、なんかお部屋のなんかまとまりが出るかなっていうふうにはちょっと思ってます。はい。アンミカもびっくり。役職がぐらいある。馴染みがいいのやっぱ一番多くて、なんかちょっとグレーっぽく見えるというか、白だけど電気もそうですね、電気のどうでしょう、ご主人はどっちの上の方が自然な、そうですよね。なんかあそこのキッチンのホワイトとかも割なんかもう少しアンティークっぽい方が好みとか、そういうのはうちにはないですけど、ニコさんが使ってるのも傘のやつとか、ああいうのとかも可愛くて、好きです。なるほど。
界が気にならなくなることかな。でやっぱりね、ここから見た時特にそうなんですけど、このチストとのバランスがやっぱブラウンにして良かったのかなっていう。白だったらちょっとやっぱ浮いちゃってたかもしれないなって感じが。全然ダイニングテーブルも置いてみたら後でお見せするんですけど、ダイニングテーブルでも全然可愛く使っていただける配置になっているので、このご応募いただいてから、このお部屋が完成するまでの感想をいただきたいなって思うんですけど、まずなんか自分の戸建てを建てて、こう木の温かみとかが好きだったので、そういう好きなものばかりを集めてたら、やっぱりメリハリのないこうお部屋になってしまっていて、でニコさんをこう YouTube で見させていただいて、憧れがあってこうニコさんがおすすめするものとかを真似したりとかもしてるんですけど、なんかやっぱりいまいちこう閉まらないというか、なんかふんわりみたいな感じのお部屋になってしまっていたので、今出来上がったお部屋を見て、もうなんか本当に自分の家なのかなっていうのが思っちゃうぐらい、なんか生かしきれてなかったな、お部屋をっていうのと、セレクトしていただいたアイテムが一つ一つこうまとまってるんだけどメリハリがあってっていうのがあって、すごい今までのお部屋と全然違う表情になって、もう大感動してますよかったですね。窓を飾るっていうのが結構テーマだったので、すごくこう印象的な感じに設置できたかなと思うんですけど、どうですか？なんかこちらの窓はすごい大きいのに白いから圧迫感がまずなくて、すごく馴染んでいて、でさらになんか日の光とかを、うちが西向きなので西日が結構強いんですけど、それを和らげてくれてるのにすごい綺麗に日差しが入ってっていうのが、まず自分のお家についてショールームで見た時とまた別の感想が持てたなっていうのと、あと夏とかは窓を開けたくても人目が気になってたんですけど、人目を気にせず風が取り入れられそうだなっていうのがすごい実感できました。はい、皆さんニコのティールームへようこそ。今週も最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回はね、ノーマンさんとずっと温めてきたお家のコーディネート企画っていうのをやらせていただいたんですけれども、いかがでしたでしょうか。内容としてはね、見ていただいた通り、我が家と一緒のウッドシャッターを窓に取り付けさせていただいて、私がそのお家のイメージに合ったインテリアのコーディネートをさせていただくっていう内容だったんですけれども、めちゃくちゃ可愛いお部屋になりましたよねってちょっと自分で言うのもおこがましいんですけれども、なんかすごく今回応募してくださった視聴者さんが、窓にもともと悩みをたくさん持たれていて、どうしてもこう向かいのお家と窓が向かい合っていたので、目線がすごくこう気になるっていう部分だったりとか、窓がちょっと西向き側かなだったので、こう夕方じゃないと光が入りづらいっていうお悩みがあっ
て、このウッドシャッターが柔らかく光を反射してお部屋に取り入れてくれるっていうところにすごく魅力を感じてくださっていたので、明るい窓になってインテリアもちょっとご希望に近い形にコーディネートすることができて、私自身もすごく満足いく内容になりました。もともとねすごく素敵なお家だったんですけれども、ご本人も直接おっしゃっていたみたいにウッドがすごく好きっていうことで、好きなウッドが集まりすぎてちょっと垢抜けない感じのお家になってしまってるっていうのがお悩みだったんですね。そこで私の方でウッドのバランスとちょっと今っぽさを取り入れたお部屋のインテリアっていうのをずっと考えていて、今のお家のスタイルっていうのが出来上がりました。結構ねたくさん今回ご応募いただいた中でも同じようなお悩みをお持ちの方がすごく多かったので、結構インテリア選びだったりとかウッドシャッターの配色だったりとか、そういうのも参考になる動画になったんじゃないかなというふうに思っています。私が今回一番悩んだのが、大きな窓はノーマンさんからのプレゼントで白いウッドシャッターで、奥様がウッドシャッターを気に入ってくださって実費でも小窓に一緒に取り付けたいっていうことでブラウンの小窓があったと思うんですけれども、あちらの色をブラウンにするかホワイトで統一するかっていうのをすごい一緒に悩みました。最終的に私の方でインテリアイメージっていうのを作成させていただいて、お話しした時に窓自体をアートみたいな感覚で飾るっていうのがすごく素敵なんじゃないかなっていうふうに思って、お家のリビングとダイニングの間に結構濃いめのウッドの柱があったと思うんですけれども、あそこと窓のカラーをリンクさせることでお家のインテリアっていうのにすごく統一感が出るんじゃないかなっていうところで、ブラウンのカラーに最終的にさせていただきました、ちょっと良ければもう一回巻き戻して見ていただきたいんですけれども、あそこの小窓本当にアートを飾ってるような感じですごく素敵な小窓になったんじゃないかなというふうに思います。そして私の方でインテリアをコーディネートさせていただく時に心がけたのが、そういったちょっと濃いめのブラウンだったりとかっていうのをインテリアの中にも統一感出させるために、カーペットの中にもちょっと差し色のウッドのカラーが入っていたりとか、あとはスタンドライトもあったと思うんですけれども、あそこも濃いブラウンで統一したりとかして、少しずつお部屋の中に同じようなカラーを取り入れることでお部屋全体にまとまりが出て、流行りっぽい感じのインテリアアイテムを取り入れたとしても浮かずに統一感が出たんじゃないかなというふうに思っています。これからのシーズンね、結構模様替えを考えていらっしゃったりとか、お引越しした後にどんなインテリアにしようかなって悩まれる方もすごく多いんじゃないかなというふうに思ったので、予算も割とお手頃価格で、手に取れるようなアイテムっていうのを多めに選ばせていただきました。今回使ったアイテムのリンクとかも概要欄に貼っているので、そちらもぜひチェックしてみてください。でもね、やっぱりどうしても窓周りが垢抜けないとインテリア自体も活かしきれないっていう課題も結構あると思うので、もしね今回の動画を見ていただいて少しでもウッドシャッター気になったよっていう方がいらっしゃったら、一回ノーマンさんのショールームに遊びに行かれてみるといいんじゃないかなというふうに思います。こういった日の光だったりとかっていうのの入り方はお家によって結構見え方が異なったりとかするので、実際にそのサンプルのウッドのカラーをたくさんもらって自分のお家の窓に当てはめてみて、どの色が一番家に合うんだろうっていうのを試してみるのがすごくおすすめです。今回ね窓リノベっていうところで私がすごくウッドシャッターを取り付ける時のいいポイントだなというふうに思ったのが、だいたいその日本のお家だったりとかマンションっていうのはアルミのカーテンレールとか窓のサッシとかでフレームが
できていると思うんですけれども、どうしてもその銀色のねフレームが見えてしまうことでちょっとこう垢抜けない印象になってしまったりするのかなというふうに私は感じているので、このウッドシャッターをつけるとそのフレームがこううまく隠れてくれるので、すごくこう壁と馴染んで北欧っぽい感じのインテリアにぐっと近づくんじゃないかなというふうに思います。なのでね、ちょっとこうお家こう建ててはみたけれどもなんか窓周りが垢抜けないなとか、こうマンションとかでもどうしても窓周りってこうリノベーションができないポイントになるかなというふうに思うので、こちらのウッドシャッターであれば窓のこう内側に取り付けることで、そういった窓周りのリノベーションっていうのも手軽にこうできるアイテムになっているので、ぜひノーマンさんのサイトだったりとか事例もたくさんあるので、見てみることをお勧めします。今回の動画が好評だったらまた、こういった視聴者さんのお家のコーディネートの企画だったりとか、そういったものを今年、もう1回2回できたらいいなっていうふうに私の方でもこう楽しみにしていますので、ぜひコーディネートしたお部屋の感想だったりとか、ウッドシャッターの感想だったりとか、そういったものをコメント欄にたくさんいただけると嬉しいです。そして、皆さんのこれからのインテリアの参考に少しでもなればいいなというふうに思います。それでは来週また我が家でお会いしましょう。ニコでした。